もし内側からは絶対に開かない部屋に閉じ込められてしまったら、2013年5月26日、舞台はナイジェリア沖32キロ地点。その日の朝、俺はタンカーを牽引するための小型船ジャスコン4号の中でまだ眠い目をこすりながらトイレに座っていた。揺れが激しくなってきたな。船内で料理人として働いていた俺にとって沖合の荒波に揉まれることは日常茶飯事。ただこの日ナイジェリア沖は嵐に見舞われていて、船はいつになく激しく揺れていたんだ。そして突如大きく傾いたジャスコン4号。次の瞬間、船内に大量の海水が流れ込んできた。やばい、船が沈む。俺は他の船員たちと共に甲板への脱出を試みたが、沈み始めた船の中で扉はびくともしない。くそー、死にたくない。そんな願いも虚しく、ジャスコン4号は海に飲まれ深く深く沈んでいった。そして海底に沈んだ船の中で俺は確かに生きていたんだ。海底に沈んだ船の中で奇跡的に生き残った一人の男。果たして彼は生きて地上に帰ることができるのか。海底の世界で彼を待っていたのは命が尽きるタイムリミットとの戦いだったんです。おそす、最近ルナがお腹の上に来て寝始めて可愛いけど動けなかったりするぜ。ケンちゃんです。何のわけてんの。みんなの酸素になりたいオキシジェンヤミコです。ルナが可愛すぎてもう酸素みたいに吸えるんですけど、猫吸いとかね。まさにルナちゃん酸素ね。猫吸いはなんか私ぶっちゃけ怖くて、毛という毛がさ、ここにブワーって入ってきそうで怖くない？僕猫アレルギーだけど大丈夫でしたよ。飼い猫に対しては慣れるみたいな。あ、体が？そう。だから人んちの猫とかはわかんないけど。じゃあ今度ちょっと実験してみてよ、誰かんちの猫。そんな知り合いいないんだよ。何でしょうね。本日は絶望的状況下に立たされた人々を考察するあなたならどうするです。ナイジェリア沖で沈没した船に関してなんですけど、なんとこの事故ですね、驚くべきことに船が沈没したその後でも生き延びていた男がいたんです。どうやって息もできないのに魚人とかアクアマンとか来たってこと？どういうこと？マジで本当に違うんですけど、ただですね、その状況で男性が生きられる時間っていうのは限られていたんです。同じ状況に立たされた時、あなたならどうしますか？6平方メートルの奇跡。2013年5月26日、ナイジェリアに面するギニア湾沖32キロ地点。早朝5時、沖合で立ち往生したタンカーを牽引するために航行を進めるジャスコン4号のトイレには一人の男性の姿が。あと3日で家に帰れる。今日も頑張るか。パンツ1枚の姿でそうつぶやいた男性はハリソン・オケネ。このジャスコン4号で料理人を務めていました。愛する妻と子供たちの顔を思い浮かべながら何日も続く航行に臨んでいたオケネ。彼はこの日も船員の誰よりも早く起きて祈りを捧げ、早朝の準備に取り掛かろうとしていたんです。しかし揺れがひどくなってきたな。その日ナイジェリア沖は激しい嵐に襲われ、ジャスコン4号もいつにない揺れに見舞われていました。そんな揺れにそこはかとない不安を感じていたオケネ。その時、うわー、突如大きく傾いたジャスコン4号。あまりの勢いにオケネは床に叩きつけられてしまうんです。そしてオケネが見上げると、さっきまで座っていたトイレが頭上に。そう、船は真っ逆さまに転覆してしまっていました。トイレが天井にっても、こんなこと言ってる場合じゃないかもしれないけどさ、糞尿が垂れてきそうじゃん。そうね、クソの雨が降るかもしれないですね。でもこんなね、絶望的状況だから、そんなこと言ってる場合じゃないわね。そうそう、どうでもよくはないけど、うわちょっとやだ、あでも死ぬ、ちょっとやだ、やっぱ死ぬって、多分死ぬの方が上回んねん。もうそんなこと言ってる場合じゃないもんね。そうそうそう、同じこと言ってると。でもですね、ここで不幸中の幸いと言いますか、このオケネの身に奇跡が起こるんですよ。ここで早く脱出するんだ。みるみる海水が流れ込む船の中、甲板へ続く扉に集まった船員たち。オケネも一緒になってその扉を開けようとしますが、沈み始めた船の中では扉はびくともしません。このままじゃ死んじまう。船員たちはそのまま扉と格闘していましたが、オケネはすぐに諦めてその場を離れ、海水で満たされた船内をあてもなく泳ぎ始めたんです。オケネがこの時すぐに扉は開かないと悟ったのは、いわゆる生存本能だったのかもしれません。そのまま海に飲み込まれ海底へ沈んでいったジャスコン4号。そして海底へ到着した時、オケネは確かにその船内で生き残っていたんです。何、海底に沈んだのに生き延びるってさ、水浸しのはずよ。だって酸素ボンベつけたとかってこと？とっさにそこら辺に非常用に置いてあるやつとか？そんな都合いいことは起きなかったんですけど、オケネはですね、エアポケットの中に入れたんです。資源ポケットみたいな。というわけで本日のメトラーキーワード、エアポケットについて。
エアポケットとは船舶が転覆沈没した際、船内に稀にできる空気だまりのことで、最後の生命空間とも呼ばれています。2021年2月、韓国のカニ漁船コリョン号が転覆した際、魚を保管する倉庫がたまたま空の状態になっており、エアポケットが発生。その中に潜り込んだ乗組員が生きながらえ奇跡的に救出されました。ちなみに2014年に起こったセウォル号沈没事件では、船の扉の動作不良でエアポケットが発生しにくい状態になったといいます。このこともセウォル号の事故で乗客の生存率を下げた要因の一つとされているんです。オケネが乗っていたジャスコン4号は海賊対策で日頃から船内の扉が常に閉じられていました。そのため船内の空気が抜けきらず、海底30メートルへ沈んだ後もわずか6平方メートルほどのエアポケットができていたんです。船員が皆外への扉を開けようと奮闘していたその時、オケネはそれを諦め、扉を離れて必死に船内を泳ぎ進んでいました。すると船が沈むに従って水の勢いに押された彼は元いたトイレの中へ。そこにはエアポケットが発生し、水位の上昇がピタリと停止。そのためオケネは海底でも奇跡的に息を吸うことができていたんです。しかし生き残ったはいいものの、そこは海底30メートルの世界。完全に密閉され扉も開かないその船からオケネが脱出する術はありません。エアポケットの酸素は持ったとしても数日。果たしてオケネは酸素が尽きる前に地上へ帰ることができるのでしょうか。こうして海底深くで閉じ込められてしまったオケネ。皆さんならここからどうやって生き延びるでしょうか。なんかむやみに動いてもさ、残ってる酸素を消費しちゃうだけで限りがあるからね。むやみやったら動かず、探索のダイバーを待ってた方がいいんじゃないの？助けが来るのを待つってことですね。果たしてオケネはどのように判断したんでしょうか。彼はその差し迫った状況でも驚くほど冷静だったんです。生きるための意志。海底30メートルへ沈んでしまった船の中で奇跡的にエアポケットへとたどり着いたオケネ。しかし生き残ったといっても助けが来る保証はなく、死を覚悟するのもやむを得ないその状況。そんな中オケネは次のように自分に言い聞かせていました。落ち着くんだ。パニックを起こしたら死ぬのが早まるだけだ。そう、取り乱して呼吸が荒くなればその部屋のわずかな酸素はすぐになくなってしまうんです。オケネは何よりも冷静になることを一番に重要視したんです。そしてよし、意を決したような表情をすると、オケネは目の前にあった通気口の蓋に手を伸ばしました。金属製のその蓋を無理やり外すと、彼は海水で開かなくなったトイレの扉に何度も打ち付け始めたんです。こうしてエアポケットのあるトイレから泳ぎ出たオケネは、そこから船内の探索を始めます。やばいわよ。酸素なくなっちゃうわよ、そんなことしてたら。目的があって探索してるのかしらね、船内を。何してるのかしら。当然ね、オケネも何も考えず動いてたわけじゃないんですよ。トイレを脱出すると、船内に浮いていたライフジャケットの中から懐中電灯を手に入れたオケネ。彼はその懐中電灯で目の前を照らしながら暗い船内を泳ぎ進んでいました。そこからオケネが目指した場所は食堂。食堂内には一人の同僚の水死体が浮かんでいました。そうだよな、みんな死んじまってるよな。オケネは悲しい表情を浮かべますが、感傷に浸る暇はありません。彼はすぐさま気を取り直すと、同僚の近くに沈んでいたバッグを物色。イワシの缶詰と数本のコーラを手に入れるんです。そして食料と同時にバッグに入っていた同僚の作業着を持ち帰ったオケネ。彼がその服を持ち帰ったのは自分が着るためなどではありません。オケネはエアポケットへ帰るとすぐに同僚の作業着を裂き始めました。そう、彼が欲していたのは服ではなくロープ。オケネは引き裂いて長くした作業着をトイレのドアに結びつけ、それを伝って簡単に探索から戻れるようにしたんです。めちゃくちゃ冷静な。生き延びる期間を長くするために食料とプラス探索する環境を整えるために動き回ってたってことよね。ほぼ助からない状況でここまで立ち振る舞えるのっていうのは、すごい立ち振る舞える、立ち回れるのはすごいですね。日本語がね、沈没しちゃってるんですけれども、ただオケネのこの行動が報われる可能性は限りなく低かったんです。オケネはその後、天井から木の板を剥ぎ取ると即席の小さなイカダを作成。海水は非常に冷たいものでしたが、イカダの上に座ることで体温が下がるのを防ぎました。俺がこのまま帰れなかったら残された妻はどうなる。子供たちは、神様どうか俺を助けてください。そう祈りながらも脱出の方法に必死に思いを巡らせるオケネ。しかし彼が生き延びられる可能性は刻一刻と失われていったんです。ジャスコン4号が沈没してから約17時間後、ようやく沈没現場へレスキュー隊が到着します。偶然にも船が沈む様子は付近を航行していた大型船に目撃されていました。しかしこの時は周辺の海域で別の海難事故が起こっており、レスキュー隊の到着が遅れてしまったんです。さらにレスキュー隊が到着してからもジャスコン4号の救出作戦は難航していました。これは一時撤退もやむを得ないかもしれないな。そう、ジャスコン4号が沈んだナイジェリア沖32キロ地点は依然として嵐で覆われ、次々と大波が押し寄せ、海底の砂が巻き上げられるその状況で沈没船を見つけるのは非常に困難だったんです。結局無理な捜索による二次被害を危惧したレスキュー隊はその場の撤退を余儀なくされます。
ほんと不運が続くわね。大荒れの中捜索なんてしたら、いわゆる二次災害みたいに、レスキュー隊の人たちが危ない目に遭っちゃうわよね。そうなんです。そして救助も絶望的な状況の中で、オケネにさらなる絶望が襲ってくるんです。極限の先に海底30メートルに沈んだ船の中でエアポケットにイカダを浮かべ、どうにか耐え忍んでいたオケネ。一体どれだけの時間が経ったのでしょうか。ここへ来てさらに彼の恐怖心を煽る出来事が勃発するんです。船内に響く何かを食いちぎるような音、それはサメが仲間の遺体を貪り食う音でした。幸いにもサメはオケネが過ごしていたエアポケットを素通りしていたといいますが、それは船が沈んでから最も彼が肝を冷やした瞬間だったといいます。この時点でもう完全に自力での脱出を諦めていたオケネ。しかし海上を船が行き来する音は聞こえるものの、レスキュー隊がやってくる兆しは一向に見えず、すでに船が沈んでから3日が過ぎようとしていました。船内を何度も探索したため、塩水の影響で下の皮膚がボロボロにめくれ、喉にはズキズキとうずくような痛みが。体は何度となくエビに挟まれ傷だらけの状態。沈没時よりずっと水位は上がっており、オケネはいつの間にかイカダに乗っていても胸の位置まで海水に浸かっていました。このまま助けが来なかったらそろそろ本格的にやばいな。そう、酸素はもはやほとんど残っておらず、酸欠を起こすのも時間の問題だったんです。こんなとこまで水上がってきちゃうわけでしょ。気が気じゃないわよ、そんなの。もう自分では何もできないじゃないですか。こんな状況になったら普通は諦めちゃいそうですよね。結局レスキュー隊が再びジャスコン4号の沈没現場にやってきたのは事故から62時間後のこと。彼らの目的は救出作業ではなく遺体の回収作業でした。2013年5月29日、オランダから派遣された海難レスキュー隊はナイジェリア沖32キロ地点に沈むジャスコン4号へとたどり着いた。ひどいな。船内を泳ぎ進むレスキュー隊員の目に飛び込んできたのは、海洋生物に食い荒らされた船員たちの遺体の数々。真っ暗な船内でライトに照らされるその光景を前に、隊員は悲痛に顔をしかめていた。そうやって船内を泳ぎ進んでいたその時、レスキュー隊員の目に飛び込んできたのは、助けを求めるように伸ばされたシワシワの手だった。まさか。隊員は一瞬その手を遺体のものだと思った。しかし隊員が触れると、その手はしっかりと握り返してきた。隊員は急いで上昇すると、そこにはエアポケットに逃れたオケネの姿が。彼は生きてる、生きてるぞ。ほんと奇跡的じゃないこれ。62時間でしょ。こんなよく生き延びられたわね、本当に。助けられたのも驚きだったんですけど、酸欠ギリギリでね。でもこの後の助けられた後のオケネの行動っていうのもまた周囲を驚かせたんです。その後救出されたオケネは減圧症対策のため減圧室へ。海底では通常より多く血中に窒素が溶け込んでいます。水圧が急になくなると窒素が抜け出す影響で体に負荷がかかるため、長く海底で過ごした後は減圧室での処置が必要なんです。こうして2日間の減圧を終えたオケネは無事に愛する家族の元へ帰れることに。そしてそこで待っていたのは、連日自宅へ押しかけてくる報道陣。質問を投げかけられるたびにオケネの脳裏にはトラウマがよぎり、寝ている間もベッドが水に沈んでいく感覚に襲われるほどだったといいます。しかし一生忘れられないほどのトラウマとなったその事故から10年後、39歳になったオケネはプロのダイバーになっていました。転機となったのは事故の翌年、オケネが友人と共に仕事へ向かうために車に乗っていた時のこと。彼の車はなんと橋から海へ転落。その際オケネは冷静に車から泳ぎ出て助手席の友人を救出しました。この時彼は強くこう思ったのだといいます。あの時以上に恐ろしいことなんて何もないじゃないか。その後ダイビングスクールへ通ったオケネはダイバーとなり、現在は海上コンビナートの整備に携わっています。オケネが現在潜れるのは深度50メートルまで。海底30メートルに閉じ込められトラウマを負ったはずの彼が今それ以上に深い地点まで潜っている事実には不思議な因縁を感じさせられます。オケネの今後の目標は海の近くに家を建て家族で暮らすこと。壮絶な海難事故を経て転職にたどり着いたオケネ。トラウマを前向きなターニングポイントに変えた彼の精神力にはただただ感服させられるばかりです。